どうもこんにちは、ギターショップトニックの小沢です。今回は PRS についてやっていこうと思います。はい、2025年の3月ですね、PRS の SE から新製品が出たということで、早速それらの魅力を解説していこうと思うんですけども、せっかくなので SE の代表機種も改めて紹介していこうかなと思います。はい。今回使用する楽器がですね、エキゾチックカスタム2408、エキゾチックカスタム24、エキゾチック DGT、エキゾチックマッカーティ594、シルバースカイ、NF3、ポールズギター、スワンプアッシュスペシャルという、合計で8本鳴らしていこうと思いますので、この動画を見ればですね、SE シリーズのサウンドの違いが、まるっとわかると思いますので、よろしければ最後までご視聴ください。ということで、本編へどうぞ。まずはじめに PRS SE シリーズとはというところからやっていこうと思います。2001年にスタートした PRS の中でですね、スチューデントモデルに位置するラインですね。はい。有名なカルロス・サンタナ氏がですね、学生でも手に入る価格帯で PRS の高品質さが味わえるギターを作れないかということを代表のポールさんに話したところからスタートしますね。もう24年経ってるんですね。はい。歴史のあるラインだと思いますね。現在はですね、インドネシアにある PRS の SE 専用の工場で、製作されております。インドネシアの、現地の職人さんと PRS 本社の方が、こまめにミーティングを行っていたりとか、あと現地にしっかり足を運んで見に行ったりとか、クオリティコントロールをしっかり行っているという風なのが特徴ですね。同価格帯のインドネシア製のモデルと比べると若干割高にはなるんですけども、品質だったりサウンドだったり演奏性だったりそういったものはものすごい高いですね。PRS の方曰く幅広い層が手に取るラインなので、より力を入れているという風な話をしておりました。そんな感じで PRS の中ではエントリークラスに位置するモデルではあるんですけども、しっかりと PRS の DNA が入っているんじゃないかなと私は思います。で、価格帯がですね、だいたい新品で10万円以上というところで、手に取りやすい価格なんじゃないかなと思いますね。余談なんですけども、トニックがですね、PRS の公式ディーラーやらせていただいてまして、2年近くになるんですけども、今まで100本以上売ってきたんですけど、不良で帰ってきたことが1本もないです。はい。めちゃくちゃすごいと思いますね。そんな感じの、SE シリーズなんですが、2025年の3月に登場した新製品、まず4本ですね。ド派手なエキゾチックウッドを採用した、モデル4機種紹介していこうと思います。まずはじめに紹介するのが、こちらの SE エキゾチックカスタム24。バールドアッシュリミテッドエディションですね。はい。このカスタム24というモデルはですね、PRS のフラッグシップモデルですね。もう PRS といえばこれみたいな機種がこちらのカスタム24です。で、このモデルはですね、トップに、バールドアッシュという、この木目のものすごい出たアッシュを採用しているというような特徴があります。1000本限定のリミテッドモデルです。で、木材構成見ていきますと、マホガニーバックのメイプルトップ、そしてさらに、その上にこのバールドアッシュの化粧板を貼っているという風な感じですね。なので、マホガニーバック、メイプルトップっていう風なサウンドを持ちつつも、ルックスはちょっと特徴的に仕上がっていますね。本来はフレームメイプルの化粧板が採用されています。そしてネックがですね、メイプルネックで、指板がローズウッド。そして特徴的なのが、バードインレイですね。はい。24フレット仕様で、25インチスケール。で、これもちょっと余談なんですけども、このカスタム24ってコアのラインだと通常マホガニーのネックを採用するんですが、SE だと、メイプルなんですね。で、なぜメイプルにしたのかっていうと、結構薄めのネックシェイプを採用しているんですけども、その耐久性を担保するために、マホガニーではなく、あえてメイプルを採用したというような話です。耐久性の面をしっかりしつつ、ちゃんと演奏性も考えられて、作られているという風なモデルですね。そして PRS デザインのトレモロブリッジを採用していて、ピックアップがですね、PRS30 周年を記念して制作された8515というピックアップがあるんですけども、それの SE バージョンが2つ載っています。そしてコントロールが 3way のセレクターと1ボリューム1トーン。トーンポットをプルするとコイルタップも可能です。地味に嬉しいポイントなんですけど、2024年の後期からこちらのボリュームノブとセレクターノブがコアと同様のものになりまして、もうほぼほぼコアなんじゃないかなとなりました。値段はこちらです。そんな感じの PRS のフラッグシップモデルのカスタム24のこのリミテッドということで、PRS ってこういう音だよみたいなのがわかる一本だと思うので、よろしければ音聞いてみてください。
続いて紹介するのが SE エキゾチックカスタム2408ポプラバールリミテッドエディションですね。はい。木目めちゃくちゃかっこよくないですか？こちらのカスタム2408っていうのはですね、先ほどのカスタム24をちょっと派生したようなモデルになってまして、カスタム24をベースとしつつも、この独立したタップスイッチが採用されているというような特徴です。2ハムなんですけども、3ウェイのセレクターとこの独立のタップスイッチによって、8通りのサウンドが出せるという風なのが名前の由来ですね。そしてこのモデルもですね、リミテッドで制作されたモデルで、このポプラバールをトップに使用しておりまして、2500本限定だそうです。そして木材見ていきますと、マホガニバックのメイプルトップの、トップは、ポプラバールですね。そしてネックがメイプルネックでローズウッド指板。バードインレイで24フレット仕様の、25インチスケールですね。そして PRS デザインのトレモロブリッジを採用していて、ピックアップ、先ほどのカスタム24は 8515S というものが採用されてたんですけども、こちら TCI-S というものが採用されております。様々なシングルコイルのピックアップを研究して作られた、マイクだそうです。そしてコントロールが、3ウェイのトグルスイッチと、ワンボリューム、ワントーンと独立のタップスイッチが2つという風な形ですね。で、価格はこちらです。基本的なスペックはカスタム24と同様なんですけども、ピックアップが違うっていう部分で、音がどれだけ変わるのかっていうところですね。楽しみです。音聞いてみてください。続いて紹介するのが SE エキゾチック DGT ローレルバールリミテッドエディションですね。はい。こちらはですね、デイビッド・グリッソムというギタリストのシグネチャーモデルですね。マッカーティというモデルをベースに制作されておりまして、やや厚めのボディだったり、ネックだったり、22フレット仕様という風なスペックなんですけども、こちらマッカーティと違う部分がトレモロブリッジを採用しているという風な、マッカーティトレムっていうモデルがあるんですけども、そんな感じの、スペックに仕上がってます。なんかちょっとお得感ありますよね。で、こちらのモデルも、リミテッドエディションなので、ローレルバールという木材を、トップに採用して、1000本限定で制作されるみたいです。そして木材見ていきますと、マホガニバックのメイプルトップでローレルバールの化粧板を、貼っているという3層構造ですね。こちらも同様です。そしてネック見ていきますと、マホガニネック、ローズウッド指板という風な。そして25インチスケールなんですけど、22フレットですね。DGT-S というピックアップが採用されておりまして、3ウェイのセレクターと2ボリューム、1トーンという風な、こだわりの仕様になっているみたいです。で、もちろんこちらもコイルタップが可能となってます。価格はこちらです。この DGT っていうモデル、かなりSE の中でも上位モデルらしいスペックを持った、一本だと思いますので、この見た目ちょっとカスタムっぽいんですけど、ネック握ってみると、全然違うので、これもまた音変わってくる部分かなと思います。ということで、音聞いてみてください。続いて紹介するのがこちら SE エキゾチックマッカーティ594ローレルバールリミテッドエディションです。
マッカーティ594というモデルなんですけども、マッカーティという、PRS の中の代表機種があるんですけども、それをさらにレスポール寄りにしたという風なスペックを持ってます。で、こちらのモデルも、リミテッドなので、ローレルバールをトップに採用しておりまして、1000本限定生産です。で、木材は先ほども同様ですね、マホガニーバック、メイプルトップ、そしてローレルバールの化粧板を貼っているという風な感じです。で、ネックはマホガニーでシバンローズウッドです。で、スケールがですね、特徴的でして、通常レスポールはですね、24.75 インチというミディアムスケールを採用するんですけども、こちらのモデルはですね、24.594 インチ、ちょっと短めのスケールを採用しています。ポールさん所有のですね、50年代のレスポールのスケールの実寸値をですね、測ったところ、その数値だったというところに由来してます。そしてネックシェイプも、オリジナルですね、1953年のレスポールのネックシェイプをモチーフにして研究を重ねて開発されたパターンヴィンテージというものが採用されております。そしてコントロールが、2ボリューム2トーンで3ウェイのトグルスイッチ。トグルスイッチの位置もレスポールをものすごい意識したような場所になってますね。で、コイルタップ可能です。あと2ピースのブリッジですね。で、ピックアップ。50年代のハムバッカーサウンドをモチーフとして作られた5815の LT というものがあるんですけども、それの SE バージョンですね。5815の LTS というものが、搭載されております。で、価格がこちらです。そのマッカーティ594、個人的にものすごい好きなモデルで、今回こうやってリミテッドでこのかっこいい木目のものが出たということで、あとサテンフィニッシュなのもちょっと特徴的ですよね。個人的に一番すごい好きなサウンドを鳴らしてくれるんじゃないかと思っておりますので、よろしければ音聞いてみてください。ここからですね、先ほど紹介した最新モデルとはまた違った、スペックを持った人気機種たち紹介していこうと思います。まずこちらが SE シルバースカイです。SE シルバースカイはですね、現代の三大ギタリストである、ジョン・メイヤーという方のシグネチャーモデルのシルバースカイというモデルの SE バージョンです。代表のポールさんと、ジョン・メイヤーがお互いに好きなギターを持ち寄って、2年以上の歳月を費やして制作されたモデルですね。見ての通りこのストラトキャスターライクなボディシェイプなんですけども、随所にPRS のこだわりが集まっているという風な、大人気機種ですね。木材見ていきますと、ポプラボディでメイプルネックでローズウッド指板。で、指板はメイプルのモデルもあります。1963年のですね、ヴィンテージギターを入念にリサーチして、作り上げた独自のネックシェイプですね。で、これまで登場したモデルは、どれもセットネックジョイントというボディとネックを接着剤でくっつけるジョイント方法を採用していたんですけども、こちらは4本のボルトで留めているボルトオンジョイントを採用しているのも特徴です。そしてピックアップがですね、シルバースカイのためだけに開発された 635JM ピックアップというものがありまして、それの SE バージョンですね。635JMS というものが採用されております。コントロールが1ボリューム2トーンで 5way のセレクター。で、リアのピックアップにもトーンが効くようになってます。あと細かいところを見ていきますと、セレクターノブとか、コントロールのノブだったり、ジャックプレートとかそういったところも全部オリジナルのパーツを採用していますね。そして指板のインレイ、バードインレイなんですけども、小さいバードインレイが採用されております。そしてスケールがですね、25.5 インチスケール、ロングスケールですね。ストラトとかテレキャスターと同じです。そしてシンクロタイプのトレモロブリッジが採用されておりまして、価格が新品で13万5520円ですね。シルバースカイなんですけども、SE も US モデルも、今トニークではどちらも扱ってるんですけども、どっちもものすごい人気です。そしてめちゃくちゃいいです。詳しく話してる動画があるので、よろしかったらこちらを見てみてください。ということで、音聞いてみてください。
続いて紹介するのが SE-NF3 ですね。はい。もともと US ラインで製造されていた NF3 というモデルがあったんですけども、それが2024年に SE で復活しました。木材見ていきますと、ポプラボディのメイプルネックで、ローズウッド指板かメイプル指板、どちらも選ぶことができます。このあたりはですね、先ほどの SE シルバースカイと同様なんですけども、ピックアップものすごい特徴的です。ナローフィールドディープディッシュ S というものが採用されております。このピックアップはですね、ハムバッカーの構造を採用しているんですけども、シングルコイルの音がするというふうに言われているピックアップです。なのでローノイズなんですけども、ものすごいきらびやかなサウンドが出せるというふうな、はい、夢のようなピックアップですよね。で、コントロールがですね、1ボリューム、1トーン、5A のセレクターというような形です。で、スケールがですね、25インチスケールでバードインレイを採用しておりまして、PRS 設計のトレモロユニットが採用されております。価格が新品で123,200円です。今までの中だとお安いですね。正直めちゃくちゃ汎用性の高い一本だと思いますので、トニークでもかなり人気のある機種です。で、余談なんですけども、2024年出た当初ですね、楽器店から、注文が入りまくって発送が追いつかないという風になったモデルです。はい。ということで音聞いてみてください。続いて紹介するのが SE ポールズギターです。こちらはですね、代表のポール・リードスミスさんの理想のギターとして2013年に登場したモデルですね。SE での登場は2019年からです。木材見ていきますと、マホガニーバックのメイプルトップのこちらの美しいフレームメイプルは、化粧板を採用しております。そしてネックがですね、マホガニーネックで、指板がローズウッドですね。こちらのモデルも、バードインレイ採用されているんですけども、こちらアバロンの、バードインレイとなってまして、かなりゴージャスなルックスに仕上がってますね。そして、カスタム24とかと同様に25インチのスケールなんですけども、こちら22フレット仕様になってます。で、ピックアップがですね、先ほどのカスタム2408にも採用されていた、TCI-S というものが採用されておりまして、独立したこの2つのミニスイッチでコイルタップ可能です。そしてこのブリッジですね、はい、ブラスインサートのブリッジが採用されておりまして、このちょうど弦が乗っかってる部分にだけブラスを採用しているというような、US のモデルでも採用されているブリッジが、この SE でも採用されているというような、かなり贅沢な仕様ですね。コアに最も近いスペックを持った SE と言っても過言ではないと思います。価格がですね、17368円です。このポールズギターにまつわる話もちょっとあるんですけども、以前ですね、PRS USA の本社の方が、トニークにお越しいただいた際にですね、SE の中で最もおすすめな機種って何ですかってちょっと聞いてみたところ、間違いなくポールズギターだとおっしゃってました。はい。PRS の方もものすごい力を入れて制作したモデルみたいですね。ということで音聞いてみてください。
最後に紹介するのが SE スワンプアッシュスペシャルです。もともとはですね、US ラインで製造されていたスワンプアッシュスペシャルなんですけども、SE で2023年に復活を遂げたという風なモデルです。その名の通り、ボディの木材はスワンプアッシュを採用しておりまして、ネックはメープルですね。で、こちらもボルトオンジョイントを採用しています。指板はですね、アバロンのバードインレイを採用しておりまして、はい、高級感がありますね。25インチスケールで22フレット仕様という風な、はい、スペックです。ピックアップがですね、カスタム24でも採用されていた8515の S というものが2つ対応されておりまして、このセンターの位置ですね、AS01 という風なシングルコイルが採用されておりますね。HSH のレイアウトになってます。そして PRS デザインのトレモロブリッジを採用しておりまして、1ボリューム、1トーン、3ウェイのトグルスイッチ。という風なスペックですね。価格が14万360円です。アッシュボディプラスメイプルネック、そしてボルトオン、ハムシングルハムみたいな。例えばトム・アンダーソンとか、シェクターとか、西海岸系のコンポーネントギターっていうんですかね。はい。あのあたりのブランドが得意とするスペックをPRS が作ったらどうなるのか、みたいな感じのモデルだと思いますね。正直このモデルもものすごいクオリティ高くて、はい。個人的にはこのスペック大好きなので、超おすすめの一本です。音聞いてみてください。それぞれ音聞いていただきました。いかがでしたでしょうか？いや、どれも正直クオリティ高かったんじゃないかなと思います。それぞれ音の特徴がなんか違って面白いなという風に感じましたね。はい、めちゃくちゃ弾きました。サウンドももちろんなんですけども、ネックシェイプ、やっぱりそれぞれ特徴があって、違いがあって、その人に合った一本が見つかるんじゃないかなと思いますね。この価格帯とかでモデルによってネックシェイプをそれぞれ変えているっていうのもすごいことなんじゃないかなっていう風に、はい、思いますね。全部開発して、それ専用のものを作ってっていう風にやるわけなので、相当労力をかけてというか、やってるんじゃないかなという風に感じましたね。SE、もう十分すぎるスペックだと思うので、これからギターを始める方はもちろんですが、自分の今使ってるギター少しアップグレードしたいなとか、サブでガンガン使える一本とか、昔ギター弾いてたんだけど、改めてまた始めたいなみたいな思っている方、めちゃくちゃかっこよくて、音も良くて、弾き心地が良くて、手に取りやすい一本だと思いますので、よろしければご検討ください。トニークにほぼ全種類の SE が置いてありますので、はい、気になる方ご来店いただいて、それぞれ弾き比べていただいて、いろいろ試してみていただけたらなと思います。今後 SE がまたどうなっていくのか楽しみだなと思います。ということで皆様いかがでしたでしょうか？この音が良かったとか、このモデルかっこいいとか、何やらありましたらぜひコメントしてみてください。ということで本編終わり。今回合計で8本弾いたんですけど SE めちゃくちゃ増えたなって思いますね。僕がまだ学生の頃とか韓国で SE 制作していた頃ってカスタムとか代表的な機種しかなかった気がするんですけども、はい、ここ最近になってものすごい種類が増えたなと思いますね。でそのカスタムとかマカティ594とかあるんですけども、それが普段採用されないフレームメープルとかキルトメープルとかじゃなくて、こういうエキゾチックウッドを採用したものが出たりとか面白いですよね。このエキゾチックウッドを採用したカスタムとかってちょっとプライベートストック的なニュアンスを感じるんですけども、どうですかね。あとこの間 PRS の方からちょっと面白いお話を聞くことができまして、ポールズギター紹介したじゃないですか。あのモデルって、代表のポール・リード・スミスさんの、理想のギターとして制作をされたんですけども、なぜ理想のギターを PRS 創業時に出さなかったのかみたいなっていう話があって、普通やっぱ自分の好きなギターをフラッグシップモデルとして会社の代表作、メーカーの代表作として出したいって思うと思うんですけども、あえてそうじゃなくてカスタム24を
選んだみたいで、理由としてはですね、PRS って1985年創業なんですけども、そのタイミングって当時のミュージックシーンがかなりハードだったっていうところに由来してるみたいですね。なのでやっぱり24フレットは必須っていうのと、2ハムでアームついててっていう風なスペックじゃないと売れないっていう風に判断したみたいですね。ただそれでみんな PRS 使ってどんどん有名になっていって、で今もうものすごい大きい会社になってみたいな、ギブソンとフェンダーに並んでるわけですからね、大成功だったんじゃないかなっていう風に思います。である程度 PRS 自体が知れ渡ってからポールズギターをパンって出して、でポールズギターもめちゃくちゃいいギターなんで、売れてから自分の好きなことをやるみたいな、バンドマンとかでもよくありそうなお話ですよね。最初はシーンに合わせて曲を作って流行りに乗って、後々好きなことやってみたいな、なんかそういうやり方めちゃめちゃいいなと思いましたね。この間ですね、ポールズギターの進化系みたいな、チャコールフェニックスっていうのが出てきて、もうあれがもう気になってしょうがなくて、近いうちどっか弾きに行ってこようかなとか思ってます。ということで皆様いかがでしたでしょうか。SE の魅力たくさん伝わっていったら幸いです。この動画が面白かったという方は、いいねとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いつも見てくださっている皆様、本当にありがとうございます。感謝しております。Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますので、そちらもぜひチェック、フォローをよろしくお願いします。横浜市西区平沼 1-5-21 第2ロレアルビル201ですね。ギターショップと2区営業しておりますので、ぜひ遊びに来てください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。